No fighting occurred at Hiroshima. Only an atomic bomb which killed 50,000 people in 1 second. In the wake of this event, an American official declared enigmatically that the survivors of Hiroshima, the wounded and those hit by radiation, would play a crucial role in the history of humanity.私が川の中で立ってたのその辺この橋の下通ってその辺で向こうへ上がろうとしたんですね。病院はこの向こうだから。広島に向かって自転車で走った。ちょうど向こうにはキノコ雲の火柱が立ってる。それに向かっていくんだからね、非常に怖いんですよね。怖々なんだけども一生懸命走って。で道が下り坂で、そしておしまいのところでちょうど曲がり角から一つひょっとなんか出てきた。人間なら白いんですよね、着てるものが。ところが出てきたのは真っ黒なの、上から下までは。それでね、だんだん近づいていくと人間らしい頭があって肩があって、でよく見ると手が前へね、こういうところからねボロが下がってるんです、ずっと。だからこの人はなんかボロを着てね、どうして黒いんだろうと思った。そしてだんだんそばへ行くとね、顔はね男だか女だかもちろんわからないんだけど、2つ目のところがこう飛び出してるの、コブみたいに。で鼻がなくてね、ここから下が全部口なんですよ。上唇がねこうついてる、下唇をこう腫れ上がってる。だからそばへ来て抱きつかれたりしたら怖いからね。でもそう思って後ろに下がって飛びつかれないようにこうやって見てたら、その人だんだん足を速めてきて、私の自転車にケツがついてそこへパタン倒れた。だから僕の方へ手を伸ばしてうつぶけに倒れて、しっかりしてくださいってこう見たらね、ボロだと思ったらボロじゃない、人間の生皮が剥がれてぶら下がってるんです。今焼けたばっかのね裸のねダバッと飛び込んで、川の中に立っててお化けみたいなのがいっぱい当たってくれるの。こっちもこっちも当たってるし、紐を見ても当たってる。で僕の正面からも来る。でみんなこういう格好してね、川の格好で、中には生きてうごめいてるしね、助けてっていうのに声出すわけだ。なんていうかな、人間である自分が試されたっていうかね、あの時もギャーとかキャーとか言って気が狂っちまえばもうそれ気になるんだろうけど、まあ気が狂いそうになる少し手前で、一生懸命なんていうかな、こらえてたっていうかな、我慢してじっとこう。Hiroshima too, the same I did to them, baby, I can do to you, 'cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, Fujiyama, and when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. I drink a quarter. At school in Japan, one learns the facts about the bomb, but never the real reasons why it was used. When I recently flipped through a school book, I noticed to my dismay that the dramas of Hiroshima and Nagasaki took up less and less space. Dr. Hida was 28 years old when the bomb fell on Hiroshima on the 6th of August, 1945. I met him at a conference in Tokyo. It was the first time that I had ever heard anyone publicly denounce those responsible for this tragedy and the impact of radiation, which still affects 250,000 people in Japan. 一つはソビエトに対する威嚇ですね。もう一つは原爆という初めての爆弾を人間に使った場合のテストなんですよね。
テストだった、人体実験だったっていう証拠はね、一つは落とした時間なんです。8時15分という時間に爆発させるっていうことが非常に厳密な要求だったんですね。広島市にいる人間が屋外、つまり遮蔽物のないところへたくさん出てる時間は何時なのかっていうのをずっと毎日偵察飛行機が来て写真を撮って朝の8時15分が一番たくさんいるっていうことを確かめたわけ。今度は終わった後すぐABCC っていうのを立てて、やけどとかそういうもんじゃなくて放射線の病気でどれぐらい死んでるかとかね、そういうことを調べたわけ。Today, Dr. Hida is 89 years old. He continues to care for survivors who, like him, were contaminated by radiation. These survivors are called hibakushas. よくない、あんまり。あんたのここにある心臓の病気が起こってるからね、何でもかんでもやっちゃダメ。分かった？これはね、薬を飲んだり注射をすれば良くなるっていう病気じゃないの。ね、とにかく土台がもう悪くなっちゃう。ね、だから家で言えば根だは腐ってもうこうなってるわけだ。ね、大工さんがちょっとこうやったってダメ。だからそーっとこれひっくり返らないようにそーっと使ってなきゃダメなの。あんたが勝手にどっか遊び行ったり、ね、ちょっと具合が悪いのにこれだけやっちゃおうなんてやったらガシャッとひっくり返る。そういう病気だから。分かった？はい。じゃあいいです。はい、今日は大事に帰って。はい。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうも。先生、ここに。宣伝的に取って。下の方にね。下の方っていいの。切って残った方に。上の方だったの初め。上の方だったんですね。食道との継ぎ目の方から。自分では症状なかった？ないんですよ。ないから危ないですね。だいたい50年、60、50年ぐらいでみんなが出てくる。嫌になるほどね。今何か仕事してんの？しません。もうリタイアした。お年ですよ。年。原爆の時が15歳ですから。15歳、75歳今ね。直接やられてそれが影響でがんに出たのはね、もう10年ぐらい原爆がね爆発してから10年以内に出てみんな死んでます。今出てるのは体内へ入ってゆっくり出てきたがんだね。体へ入ったその吸い込んだとかね、飲み込んだってごくわずかな、もちろん目にも見えないし顕微鏡で見ても見えない、そういう放射線の粒が体に入った場合の方が怖いっていうことをね、僕らは今言ってるわけだけど。高血圧症になって、それから狭心症になって随分苦労しましたよ。でその間結核を患って肺結核ねなったし、胃潰瘍もやったし、随分こう万発放射障害の中で障害を受けたんですよ。それから今度やると、私は今から15年前かな、喉頭がんになって、がんですね、喉頭がんの手術をして、それで本当に助かったんだけど、それから今度は今から3年前、今度は脳梗塞になって、それでこれはやっぱり病院に入院してね、だんだんとか助かって、今生きとるけども、もうフラフラしてお医者さん行って調べてもね、放射線の影響だってことは絶対分かんないんですよ。調べる方がない、今の医学には。これが僕らが説明する上で一番困ることなんです。証明のしようがないんですよ、医学的に。
で僕たちは数で言うわけです。同じような人がこういうふうに起こったと。Looking through these declassified American archives, I can imagine what survivors must have felt like when they saw the American army arrive a few weeks after the explosion. Scores of specialists, researchers, and army personnel surveyed the ruins in every sense. They meticulously retraced the tracks of the explosion around the epicenter. A blast of more than 4,000 degrees, it melted the tiles on roofs. In a deadly shockwave which toppled buildings, a power of radiation which obliterates everything in its path. In the US, researchers had already measured the effects of radiation in laboratory conditions on flies, mice, and even on prisoners. Henceforth, Hiroshima and Nagasaki offered them new perspectives. They would be able to evaluate the effects of the atomic bomb on tens of thousands of human beings. In 1946, President Truman created a scientific commission, ABCC. The first team was installed a year later in a train car in the heart of the ruined city. In 1950, it was relocated in new, ultra-modern premises, which overlooked the city well away from the radiation. Subsequently, numerous American doctors and researchers worked for ABCC to create and insert various programs. Japanese employees were recruited in bulk for everyday tasks, home visits, and biological analyses. In 1951, there were 1,000 employees, of which 920 were Japanese. Between 1947 and 1950, 120,000 survivors had already been examined, furnishing primary material for genetic research into leukemia, cancers, sterility, and the aging process. The hibakushas were invited to come to ABCC for consultations about their injuries. They were not invited to be cured or cared for, but to be studied and observed like guinea pigs. The Americans refused to treat the injuries and illnesses because they didn't wish to appear as regretting or apologizing for dropping the bomb in the first place. I imagine also that for the scientists, the hibakushas were much more valuable sick than they were cured. 初めはおだてってねいろいろやるし、中には子供がいるとチューインガムやったりなんかしてご機嫌取って。だけど本人は特に女の人は嫌がるんですね。行くと裸にされて兵隊がいるわけでしょ。だからそういう中で遠慮しすっぱらかにするわけだから。だから行かなくなるみんな。だけどしまいには脅しなんですよね。処罰するっていう。まず外側を見ますよね。やけどとか怪我とかね。DDT っていう薬をかけて消毒してね。それで入院させて白い着物着せて。でその間にいろいろ検査するわけだからね。一番彼らがやったのはやっぱり血液を取ること、それから尿と、それから便ですね。怪我してる組織をこうつまんで取る。そういうのは全部プレパラートっていうのをガラスの板にこう伸ばして顕微鏡で見れるようにする。特に死ぬと全部解剖したわけ。全部切り刻むわけ。で脳からね内臓全部取る。全部瓶の中にみんなぶち込んで消毒薬入れてそれ飛行機でどんどんアメリカへ送ったんですよ。で解剖した後ね初めはね和楽図を詰めるんですよ。お腹開けてガランドになるわけだから、ね、皮膚だけになっちゃうでしょ。でその中に和楽図を詰めて仮縫いしてそれで家族に初め返してた。だからだんだんたくさんになってもうやってる暇がないんなことは。
だから結局ぐちゃぐちゃにして埋めたのか燃やしたのか分かんない。で何年も経ってからね返せっていう要求したんですよ。アメリカの軍政が終わって日本の国の、仮の独立が認められてね、肉親の体なんだから取り返して火葬にしてちゃんとお寺に葬りたいっていうんで返せっていう運動をしたわけ。そしたら向こうでねこんな大きなねなんかガラスだか壺の中へ、みんなの臓物をめちゃくちゃに入れてね、そうやって送り返してきた。In the 1950s, ABCC became a visiting stop for journalists and famous personalities. Marilyn Monroe came with Joe DiMaggio. Princess Chichibu and members of the royal Japanese family dropped by several times. Eleanor Roosevelt, when she came, stirred up a debate on the fact that the victims were not being medically treated, but that didn't change anything. ルンペンがいっぱいいるわけだよ、食べられない被爆者の。そういうのをね食べ物とお金をやってねバイトで連れていくわけです。でこの中で何をしたかっていうことを絶対に喋っちゃいけないと。で喋ったことが起こったらすぐ銃殺するっていう、当時はだって日本の警察も何もないんだから言われたから向こうの人はやっぱり喋んないよおっかないからね。それでも一杯飲むと出てくるんだそういうのがチラチラと。で解剖してるっていうのはすぐ分かる。占領された最初の1年2年なんてのは日本人なんてのはもう動物と同じで、例えば街の中で殴り殺されたって警察はどうしようもない、そういう時だから何がどうなったっていうことを今記録してる人もいないしね。When the bomb exploded, Dr. Hida immediately sought to rejoin his hospital near the epicenter, but the town was on fire and survivors were fleeing toward the suburbs. In the river, an officer ordered him to go to Hisaka, a village situated 6 kilometers from the epicenter, in order to help. 変わっちゃったな、こんな大きな街になっちゃった。教育室やなんかこっちの建物。はい、ありがとう。もうここはね、こう歩けないくらいと倒れて人がね、この校庭いっぱいにみんな逃げてきてここへ入ってここへみんな寝転がったわけ。私ね、今から60年前に広島で病院の軍医をしてて、原爆の時にここでたくさんの被爆者の方を治療した医者なんです。テントをこの中へ一つ立てて、そこへ椅子やなんか持ってきて動ける患者がねそこへ来て出血を止めたり治療やってたちょうど。で僕はそこへ帰ってきてね、それでこの中の人ここだけじゃなくてこれから向こうのね山の中の町の道路にいっぱいいるわけだから、そこをずっと歩いて見て回ったんですよ。
quickly he saw a deadly epidemic take shape. Some of the sick already had a very high fever, above 40 degrees. Purple spots appeared on the skin. The tonsils disintegrated. Mucous membranes hemorrhaged. The mouth started to rot. Hair peeled off from the skull in entire clumps. Then people died quickly, spitting out large amounts of blood. With other doctors, he practiced autopsies in secret to try to find out what caused this new type of illness, which didn't appear in any medical book.そういう中でね、何人かこの人もダメこの人もってこうやってる間に、当然その人はもうこの人の次にその人死ぬなと思ってるその人がいきなりね、しゃがんでる私のね、こうガッと引っ張ったの、ね、何するかと思ってね見たらもう規則延々の死にそうな顔なんだね。それでね、やけどしてないんですよ。でもその時はそんなこと気がつかずにどうしたと思って見たら、その人がね「グイ殿」って僕のことをね「グイ殿わしはピカに会っとらんけんね」そのピカに会ってないって自分は後からね、お昼過ぎてから町へ入った直接原爆を浴びた人と浴びない人が同じような病気で死んでいくっていうのが印象に残ってる。でそのなぜだっていうのが分かったのが30年後だから30年間ずっと疑問を持ってきてた。During the 6 weeks which preceded the occupation of Hiroshima by the American Army, Japanese scientists worked on the spot. They accumulated a great amount of information and statistics about the effect of the bomb on its victims. They also took samples of organs and radioactive materials. All these elements, as well as films and photos that were taken at the time, were confiscated by the Americans. During the occupation, the Americans refused to transmit ABCC information to Japanese doctors and researchers. Up until 1951, it was forbidden for anyone in Japan to publish articles on the bomb and its effects. It was for this reason that for a long time, Dr. Hida couldn't understand the causes of his patients' illnesses.でも何度も同じですよ。僕の家はだいたい450年続いてここで住んでたんです。直接浴びたものだけが危険なんで、その他は全く心配ないってアメリカは言うけど、それは嘘だっていう、それで勉強し始めて。30年ぐらいの経った時にちょうどアメリカの人の書いた本が出てね、ローレベルレディエーション、低線量放射線、スタイングラスっていうね、ピッツバーグ大学の放射線学の教授だったんですね。放射線っていうのは爆発した時だけに人を殺すんじゃなくて、その時空中に散ったり水の中へ入った放射線を人間が吸い込んだりね、飲み込んだりして、それが体の中で
長いこと放射線を出し続けるわけです。でそれで考えると説明がつくんですよね。僕が戦後分からなかったことが全部。From 1952 to 1967, Dr. Sternglass worked as a research physician for Westinghouse Laboratory, which concerned itself with nuclear technology. At the end of the 60s, he resigned in order to dedicate himself to studying the effects of radiation fallout in the United States. First of all, we didn't understand that some of the people in the neighboring area, in the suburbs of Nagasaki and Hiroshima, received fallout which had much greater effect than anybody anticipated. So when they made a comparison between the people who were exposed to the direct blast from the gamma rays from the bomb and the people in the suburbs, since both went up, the difference was very small. And that's the tragedy, because it was found by Dr. Segi that not only the people in the suburbs, but all over Japan had an increasing rate of cancer. So they all went up together, and so they underestimated the seriousness of the effect of small amounts of radioactivity, which was not known until the late 70s when I published this book. And so we made the mistake of basing all our permitted doses on both the history of X-rays since 1895, developed over 50 years before the bomb, and people weren't dying rapidly of X-rays. A few X-rays didn't kill people. And so we were misled by external radiation. A short blast, is much more serious than one by one, day after day, week after week, when the free radicals are always able to do their damage to the DNA and cell membrane one by one. But if you have them all coming together in a short burst, they bump into each other and they deactivate each other. And that was discovered in Canada by Dr. Abram Petkow in only 1972, 30 years after the first nuclear reactor started in Chicago. In the genetic inquiry done by ABCC, it emerged that in the 70,000 children studied, radiation had no noticeable hereditary effects. Sternglass contested this study because it didn't take into account children born and dead just after the explosion. Besides, it had used for comparison a reference group who should have been healthy but were also hit by radiation. He supposed that this false study was designed to hide the existence of residual radiation. Besides, ABCC had always argued that mortally dangerous radioactivity was limited to the powerful blast of the explosion and covered only the radius of 1 to 2 kilometers around the epicenter. And that has been, since then, led to the governments to set permissible limits to radiation for the general population. And initially, they were allowing 500 millirems, where a chest X-ray only takes 10 millirems, and a child's X-ray only 3 millirems. They allowed 500 millirems for the whole population at the boundary of a nuclear plant. Well, so the people were dying of cancer downwind from nuclear plants. And when the plants were shut down in some cases, cancer rates went down. Infant mortality went down immediately. And so we have now published many, many papers in this country and in Germany and France and England that show that when a nuclear plant is operating, cancer rates go up immediately. And when it's shut down, it goes down. So we have it in our power to protect the health of our children.今世界中で、放射線についてのいろいろな人体に対する影響については広島長崎の被爆者の経験が全てであると。どれぐらいの放射線が
人間の体には限界で、ここから上になったら危険だと。それを世界で決めてるその基準がここなんです。でそれがもう行き渡ってるから、いくらこれは嘘だとか間違ってると言ってもね、こっちが取り上げられる。だからあの子たちにはね、アメリカがここで正義を行ったっていう抗議を聞くわけですよ。原爆の被爆者をね、ここだけが権威を負って見たと。だからこの連中が被爆者について非常にあったかいことを、そういう話を聞くわけ、これからだから悲しいんですよ。僕たちの仲間のね、苦しいシダに、その生きてる苦しみが無視されて数字になって、で嘘として出ていく。その元の仕事をしたのは鉄砲を持ってこう占領した兵隊ではなしに、ここがやったと。どっかで今までのは嘘でしたということを言うべきなんだけど、それは一回も言わずに科学を名乗った、最も権威のある集団でしかも嘘をついたというのがね、僕にとっては許せないもんで、いつも ABCC っていうとそのことを思う。There may have been definitely a desire to want to minimize the effect of radiation, because by the time we discovered these 5, 10, 15 years after, we had already decided to build many nuclear reactors, and much money was invested in uranium in the ground. And Rockefellers and the Mellons, they invested enormous amount of money, believing that we're going to run out of oil and gas and coal, and so we needed nuclear power, and that was so important. And besides, the military wanted to build more bombs, and so it was necessary in order to get people to accept the deterrent value of a bomb. You cannot tell people that if I'm going to use a bomb, the fallout will come back and kill your children, that there would be no popular support for such a weapon. And besides, so many governments don't want to admit that they made mistakes, that they would have to pay enormous amounts of sums, like in the case of the survivors in Utah near the Nevada test. They brought a lawsuit for damages. Well, the government didn't want to give them money until finally Congress voted to give money to the people who developed cancer, the downwinders in the case of Utah. But now the whole world is full of downwinders, and it's very hard for governments to accept that all the cancer epidemics that are going on are due to their own, unwillingness to face the evidence which came in for decades now that we underestimated these effects by hundreds to thousands of times. 被爆を話して被爆者の面倒を見るのが僕の人生っていうふうになっちゃったから、そのことに特別どうっていうことはないよね。広島が全滅してほとんど生きてないみたいな話が入るから、親父は4、5日経って広島へ行ったらしいんですね。で焼け跡を探したけど、僕がどこで何してるか全然分かんないから、そのまま死んだと思って帰って、でここでお葬式を出したんです。だから私が生きてて帰ってきた時はびっくりしました。While looking at these photos, he tells me about his trips to Europe and the US in the 70s and 80s.
He wanted to meet doctors and people who suffered from radiation in other places, such as Nevada and Chernobyl. He was also invited to relate what he'd lived through at Hiroshima. He repeated the story hundreds and hundreds of times in public, because for him it was the most effective way to protest against nuclear weapons. In 1975, he went to the United Nations with survivor associations to testify about the illnesses of the hibakushas whom he had looked after for 30 years.僕の出した要請書は要するに日本にはまだ被爆者がいっぱいいて病人がいて日本の医者は治すことができないから世界中の専門家をね日本に集めてそして病気を治す方を教えてくれる。アメリカは我々をねいろんなもの持ったりして資料を持ってったけど解放してくれないと。だからアメリカに頼んでもダメだし日本の政府は今アメリカに遠慮して何もしてくれないから国連に頼むんだ。だから最初に言ったのに対して国連はノーと言ってそれは7年前に日本の政府とアメリカが連名で報告書を出したでその中にもう現在被爆者で病人は怪我人は一人もいない全部死に物なしだというのが入ってると僕が今たくさん寝てますってなって僕一人は日本政府はノーって言ってる国連は僕の言うことが信頼できないのでねだからどうしてもあんたがそう言うなら国連が納得できる証拠を持ってる。Dr. Hida returns to Japan, and with the help of associations, he collects 10,000 testimonies from hibakusha's victims. In 1977, he obtains UN agreement to hold a congress about the victims of atomic bombs. The UN will finally acknowledge the legitimacy of the hibakushas. The figures officially given by Japan and the EU were 64,000 dead. Dr. Hida and the hibakushas were able to get the UN to acknowledge an actual 140,000 dead. Why were the Japanese in collusion with the Americans to hide the true effects of the bomb? The Japanese wanted to forget this history because it recalled for them the shame of defeat, and more cynically, they perhaps thought the fewer hibakushas that were recognized, the less they would have to pay out.ね、あの先生はね、あなた薬の飲みすぎだ薬の種類が多いってだから薬飲むんだったらその代わりに歩いた方がいいんじゃないの。年齢的にもね今がもう曲がり方だからやっぱり足をね鍛えないと足から弱ってくるからね。今健さん見たけど心配ありません。あんたは肺炎を起こしてたんだよ。これだんだんずっと今良くなってきてるわけ。写真見ると
自分でも説明聞けば分かります。いや1月にね先生に散歩をしなさいと、薬飲むよりは散歩しなさいって言われて、すぐもうその翌日から実行したんですよ。1月の22日から歩き始めて、それで2月ね、もうどんどん2月が一番歩いたんですが、その一杯飲んだの時にねやめればよかったのに、もう続けたんですね。で寒い風が吹いててね、2月の末に。被爆者手帳を持ってるからね。これ手帳ですよ。原爆手帳を持ってると、子供たちが結婚できなくなるって言って、女房に反対される。まともな子供生まれないということで被爆者切られた。そのためにみんな被爆者を隠したんですよ。これもね、戦後50年でいただいたんです、私は。2キロ以内だから、その後から入ったから、その2週間以内に入ったから、後から入った分だからもらえるんです。その2キロ以内にその親戚のうちにいたから。いろんな運動をやってやっと12年目に被爆者手帳っていうのを政府が作ったわけですよ。だからそれを被爆者がもらって、僕はどこ行ってもその手帳を持ってれば、この人は広島で被爆してたっていうのは分かる証明書なんですね。それで初めて被爆者を認めたっていうことと、勝手に向こうの都合でクラスを3つに分けたわけね。一つは原爆が落ちたところから2キロ以内にいた人は病気があろうがなかろうが毎月いくらあげますと、その次のランクは向こうがいくつか病気を決めといて、この病気になった人はちょうど初めにもらった人の倍額を毎月くれるわけね。それが今一番たくさんもらってる健康管理手当。その上のランク、今問題になっているのは病気の名前じゃなくてどこにいたかってこと。今 1.1 キロとかうんと近くなっちゃった。つまりね、初めは2キロでやったけどお金がかかってしょうがないもんだから、予算の関係でだんだん絞ってきたんですよ。金がないからって言えないから、お前は違うからって言わなきゃなんだよ。その違うからという物差しをアメリカと相談して作ってきたんですよ。これがもう科学の目から見るとデタラメなんだね。これを作った時はね、こんな田んぼの中へね病院作って患者なんか来ないよと言われたの。銀行から18億借金して作ったんですから。取った時院長がここの創立者です。こっちで創立者なんですか。創立者です。1978年。ちょっとだけ飲んで、はい、この辺を、はい。私が見るとも。奇跡なの、うちはね。で、そうやって怪我もしなかったおかげで、みんなのね世話を3日3晩ね、本当に飲まず食わず寝ずのあれで看病はしました。兵隊さんです。その時に一つね、今でも子供たちに時々言うんですけどね、あるお母さんがね、やっとの思いでね、赤ちゃんを背中に抱いて「助けてください、お姉ちゃん助けてください」ってその列の中にいらしたの。で、私がヒュッとこう見たら赤ちゃんに首がないわけで、私ね、その時今いつも申し訳ないってね、お線香一つ余計にあげるんだけれどもね、その時にね、あれがないな、紙がないね、まあいいや、あげるんですけどね、なぜね、その時「はい分かりました」ってそっとね帯を解いてあげて、帯紐解いてあげて寝かしてあげて、その人の治療してあげなかったかなって悔いるの。その時私16歳でしょ。思わずその人の顔見た時、あ、赤ち
ちゃんに首がないって叫んじゃったのよ。そしたらそのお母さん、そこまでやっと自分もやけどしてきてるのに、やっとの思いで来てるのに、子供を助けたいばっかりに来たのに、そう言った一言でその人そこの前でパタン息引き取っちゃったの。それ見た時私はね、申し訳ないことしたって今でも私はね悔いるわけ。なぜね、はい、赤ちゃんは元気ですよ、あなた治療してあげますよって言わなかったかなって私思うわけ。被爆者にはね、そういうなんていうの、私だけ生き残ったっていうね、申し訳なさもあるんだよね。前はね、もっと若い頃はアメリカに謝っていただきたいという、せめて謝っていただきたい気持ちは今でもあります。私はアメリカは行きたくないです。憎いとこです今でも。でもうね、鼻血もものすごく出てね、止まらない時があったんです。それもみんな原爆の症状なんですってね、毎朝もう洗面器持ってないとダメだったんです。こちらに来てやっぱり2人目の子供を身ごもったんですけど、飛田先生がこんな私の今の状態では2人とも死んじゃうで、今長男ができてますけど、あの子が2歳約 3歳近かったんですけど、この子をあなたと同じように親がいない子にするんですかって説得させたんですよね。それでもう体の方も思いいかなかったので、先生の言う通りに従って先生がお手紙を書いてくださってね、産婦人科の先生で手術したんですけどね。でも今でも先生悔やんでらっしゃる。あの時そういうふうにしないでよかったのかな、あんたのことを思ったらってこの間もつらっと言われましたけどね。でもそれがあって、で先生に見ていただいたりして、こうして22、23年前頃からこの白鷺会っていうのをお手伝いさせていただくようになったのでね、皆さんと励まし合ってねやってるので元気をいただいてる、頑張らなければっていう、ね、今度国民保護指針というのは日本政府から出る。表向きは日本の国民が健康で言われるようにの注意やなんかを法律にするわけだ。その中に核攻撃を受けた場合はこうしなさいなんてことが入ってんだよ。ね、その中身はどういうことかって、白い手袋して白いのを羽織ってそこら辺に寝転がれっていうことが書いてある。そういう非常識なことしか知らないんだよね。アメリカが核攻撃を受けた時に国民にこうやれば安全だ、つまり黒いもの着てると焼けちゃうと、洋服着てるとね、白いもの着てれば助かるっていうようなことをアメリカがね新聞に出したんですよ。それ今頃真似てるんだよ。それは広島での経験でね、広島のその被爆者が黒っぽいものを着てる人がね余計やけどがひどかったの。そういうことをうちの新聞は記事にするんですよ。こういうバカなことやってますよっつって。4,5,6,7,8,9,10,11あるよ。名前をつけても本当にあるよ。Since the explosion of the first atomic bomb in 1945, there have been several thousand tests in the atmosphere and underground. Thousands of nuclear rockets sleep in hangars. Hundreds of supposedly secured nuclear sites are still active, and the atomic waste they cause are dispersed every day into the soil. The official number of deaths from cancer due to nuclear activity since 1945 is 1,100,000.
Taking into account low-level radiation, European researchers have upped this estimate to 61 million. In other words, 60 times the UN official figure.核兵器反対を広島長崎反対言ってても、時代遅れになるよと、核はもっと先の方行っちゃってて、それに我々が苦しめられる世の中が来るんだって僕と言いたいわけだけど、だからもっと怖い世の中になるかもしれないですね。いろいろ現実的には苦しくなると思うよ。だから今まで古臭いと言われようと、何と言われようと今までやってきたこのタイプの運動をね、地道に長く工夫をしながら続けて死んでいけばいいと思ってる。